皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。リスニングの練習をしていきましょう。今日のテーマはたこ焼きです。皆さん、たこ焼きは食べたことがありますか？今日の動画を見ると、料理に関する動詞をたくさん学ぶことができます。ぜひ最後まで見ていってください。この動画には4つのステップがあります。まずはじめに今日のパッセージをゆっくり読みます。そして次に今日のパッセージに出てきた便利な表現についていくつか説明します。3番目に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。最後に今日のパッセージをネイティブのスピードで読むので、皆さんはどれくらい聞き取ることができるか挑戦してみてください。それでは始めます。たこ焼き。たこ焼きは日本のソウルフードです。たこ焼きの本場は大阪ですが、全国どこでも食べることができます。また、材料もすごくシンプルなため、特に関西地方では家で作る人も少なくありません。私も大学時代、関西に住んでいたので、よく友達とたこ焼きパーティーをしました。設備としては、たこ焼き器という専用のプレートが必要ですが、数千円で買うことができます。基本の材料は小麦粉がベースのたこ焼き粉、タコ、キャベツ、卵と水です。他にもネギや紅生姜を入れたりする人もいて、家庭によってレシピは異なります。作り方は、まずキャベツをみじん切りにします。タコは小さめに切ります。そしてたこ焼き粉と卵と水を混ぜた生地にキャベツを入れます。そしてプレートの穴の8割くらいまで生地を注いで、タコを一つずつ入れ待ちます。ある程度火が通ったら、先が尖ったものでひっくり返します。このひっくり返す作業が特に難しく、かつ一番楽しい工程です。しばらく穴の中でくるくる回しながら焼き色がついたら完成です。上にはソースやマヨネーズなどのトッピングをかけていただきます。それでは次に今日の文章に出てきた便利な表現について説明します。まず、本場とは、ある物事が活発に正式に行われている場所、またはある食べ物が特によく食べられている場所のことです。例文です。ここでは本場の日本食が味わえます。ここでは本場の日本食が味わえます。アメリカに住もうと思ったのは、本場の英語に触れたいと思ったからです。アメリカに住もうと思ったのは、本場の英語に触れたいと思ったからです。彼は本場で修行したフレンチ料理人です。彼は本場で修行したフレンチ料理人です。
次です。少なくありませんは少なくないを丁寧に言った表現で多いという意味です。また、多いというほどでもないが、ある一定以上の数はいて、少ないとは言えないときにも使います。例文です。秋に京都を訪れる観光客は少なくありません。秋に京都を訪れる観光客は少なくありません。リモートで働いて田舎で暮らしたい人は少なくありません。リモートで働いて田舎で暮らしたい人は少なくありません。仲のいい友達は数人でいいと思う人は少なくない。仲のいい友達は数人でいいと思う人は少なくない。次です。文章の中にみじん切りという言葉が出てきました。日本語の切り方の表現で特によく使うものを紹介します。まず、みじん切りはすごく細かく切るという意味です。人参のみじん切りを使うや玉ねぎをみじん切りにするなどのように使います。次です。千切りはすごく細く切るという意味です。キャベツの千切りやきゅうりを千切りにするなどのように使います。次です。薄切りはすごく薄くスライスするという意味です。豚肉の薄切りや牛肉を薄切りにするなどのように使います。最後の表現です。いただくとは食べるの丁寧な言い方です。物をもらうという意味のいただくもありますが、食べるの意味のいただくは、食べ物や作ってくれた人への感謝や敬意を含んでいます。食事の最初に言ういただきますの挨拶も同じ意味です。例文です。肉を食べるということは命をいただくということだ。肉を食べるということは命をいただくということだ。友達の家で夕食をいただきました。友達の家で夕食をいただきました。おいしそうな料理ですね。ありがたくいただきます。おいしそうな料理ですね。ありがたくいただきます。それでは次に今日の文章に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。材料、特に、大学時代、友達、設備、専用の、基本の、小麦粉、タコ、キャベツ、卵、水、ネギ、紅生姜、家庭、作り方、切る、混ぜる、入れる、穴、生地、注ぐ、待つ、ある程度、火が通る、尖った、ひっくり返す、作業、工程、くるくる、焼き色、完成、本場、少なくありません。いただく。それでは最後に今日の文章をもう一度
ネイティブのスピードで読みます。たこ焼き。たこ焼きは日本のソウルフードです。たこ焼きの本場は大阪ですが、全国どこでも食べることができます。また、材料もすごくシンプルなため、特に関西地方では家で作る人も少なくありません。私も大学時代関西に住んでいたので、よく友達とたこ焼きパーティーをしました。設備としてはたこ焼き器という専用のプレートが必要ですが、数千円で買うことができます。基本の材料は小麦粉がベースのたこ焼き粉、タコ、キャベツ、卵と水です。他にもネギや紅生姜を入れたりする人もいて、家庭によってレシピは異なります。作り方はまずキャベツをみじん切りにします。タコは小さめに切ります。そしてたこ焼き粉と卵と水を混ぜた生地にキャベツを入れます。そしてプレートの穴の8割くらいまで生地を注いで、タコを一つずつ入れ待ちます。ある程度火が通ったら先の尖ったものでひっくり返します。このひっくり返す作業が特に難しく、かつ一番楽しい工程です。しばらく穴の中でくるくる回しながら焼き色がついたら完成です。上にはソースやマヨネーズなどのトッピングをかけていただきます。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？たこ焼き器がなくっても実はフライパンでたこ焼きを作ることもできます。材料は意外とシンプルなので、よかったら皆さんの国でもやってみてください。では、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。